今後ろに川がありますが、これがスペインとフランスの国境です。でポルトガルの国境越えの時はなんかもうちょっとこうドラマチックなものがあったんですけど、今ねここでフランスに入ったと何かこう示すようなものっていうのが道路標識にフランスと書いてあるぐらいしかない。なんてつまらない国境だという感想ですが、とにかくこれでフランスに入りました。イベリア半島、4月4日に最初リスボンに着いてからちょうど今日で1ヶ月、今日は5月4日で、スペインに入ったのが4月15日なんで、まあ大体20日間でいいのかな。スペインをさまよったことになりますが、とにかくこれでフランスに入りました。フランスも20日ぐらいで抜けたいなと思っています。まあそういうわけでついにねイベリア半島これで出たね。それじゃあまたお会いしましょう。はい、昼食の時間です。で、今フランスの西海岸のね、アキテーブとかのもうちょっと南の方を走ってて、牡蠣がとにかく有名な場所だということで牡蠣です。そんでこれがね、マグロのね、たたきっていう名前でちゃんと売ってました。なんでちょっと食べてみようと思います。で、ニシンのマリネ、酢漬けです。というわけでブドウ畑ですね。初めてフランスに入ってみましたが、ここがどこか考えれば当然のように思われます。ここはペサック、ボルドーのすぐ近く。意外と普通に街中にこういう感じでワイン畑があって、であそこにシャトーがあるっていう感じなんで、ちょっと思っちゃうと今のところ違いますね。無事ボルドーに着きました。パンプローナからね、サンセバスティアンで1日ほとんど遊んだようなものとか一応5日、頑張れば4日で来れる距離だったかなと思います。という感じで、これが有名な広場で、これが夜になると綺麗に今のですね後ろの景色が反射して綺麗になる水たまりっつうか、なんだこれは表現が難しいけど、そういうものがあります。でなんかちらっと走ってきた感じなんですけど、確かになんかすごい市街地とかはよく保存されてる感じでしたが、フランスの街っていうのもあって、あんまりなんかちょっと自転車を1箇所にどっか荷物付きの状態で止めて出歩こうかなみたいな気分になる街ではなかったんで、一回とりあえず宿戻ります。携帯の充電も死にかけなんでね、観光はその後じっくりするとしよう。こういう感じでチケットには試飲が1杯ついてます。で、僕は特にワインが詳しくないんですけれども、ボルドーの一番代表的な地域であろうということで、メドックからかなり典型的なフルボディの赤ワインを1杯もらってきました。このワイン博物館終わりまして、実はねボルドーにはもう1個ワイン博物館あるらしいんだけど、この新しい方に来ましたが、入場料なんと 17.6 ユーロ、試飲が1杯ついたとはいえ展示の内容もなんというかで、ちょっと 17.6 ユーロだったってことを考えると、あんまりおすすめはできないかなというのが個人的な感想です。で、正直ねボルドーはね、他にもちょっと聖堂も別になんか普通の聖堂だし、なんかそんなわざわざ見るほどの大聖堂でもなかったし、
確かに古い街並みはあるんですけど、それだけっていう感じで、全体的にここはボルドーに滞在するにしても近くのワイン畑のシャトーとかにですね訪問に行くのがいいように思われます。僕は明日そうします。